が心臓ってこんなげんこつくらいしかないのに、なんでペットボトル1万5,000本分も血液を送れるのかっていう話でしたよね。そうそう。で、こんなかけ離れたような仕事ができるとすれば、もう心臓は骨の塊みたいな臓器じゃなきゃ無理でしょっていうことでしたね。で、私が知ってるだけでも骨はもういくつもあるんですけど、独断と偏見で選ぶ重要度ナンバーワンは心臓の筋肉がシンクロすることなんですよ。それって分かりやすく言うとどういうことですか？全部の心筋細胞がほぼ同時に収縮するっていうんです。で、心臓って電気駆動なの知ってます？聞いたことあります。電気の刺激で心臓の筋肉が動くんですよね。さすが。ところで、心臓って1分間に何回打つでしょうか？60回とかですかね。はい、正解。個人差あるけど、経口人が安静にしてると大体それぐらいかな。で、ただ熟睡したら50回以下になるし、激しく運動すればもう120以上になったりしますよね。つまり1分間に120回心臓の中を電気が流れるっていうことなんだけど、これってもう心臓のあっちこっちから心臓のパルスが出たり、適当な方向に電気が流れちゃったらマジでむちゃくちゃになると思わない？絶対なると思います。でしょう。でも安心してください。そんな風にはなってなくて、基本司令塔は一つだし、電気は必ず決まったルートを流れるようになってるんです。ちょっと図を見てください。で、これが人間の心臓の概念図です。で、こっちが心房って言って血液が帰ってくるお部屋、それからこっちが血液を送り出す心室っていうお部屋なんですけど、これが右と左とあるから合計4つです。で、どのお部屋ももちろん大事なんだけれど、主役はやっぱり血液を体に送ってくれる心室の方なんですね。で、司令塔、さっきお話した電気の司令塔っていうのはこの辺、動房結節というのは右の心房の上の方にあるんです。その動房結節がパルスを出すんですね。そうそう。で、ここがパルスを出して心房に電気がパーッと四方八方へ流れるんだけど、電気がそのまま思い思いの方向に行くんじゃなくて、バスターミナルかなんかみたいに一旦ここも名前もついてて房室結節っていうんですけども、ここに一旦バスターミナルで集まるんですね。で、ここまでは心房という部分の、電流なんですけども、そのメインの心室につながるルートは1本だけで、これ筆足っていう名前がついてます。で、その筆足を通って心室に入った電気っていうのは、これまたあっちこっちに行かないで、必ずこの筆足につながってるプルキンエ繊維っていう名前のルートを右と左とにあるんですけど、そこを通って心室全体に電気が伝わるようになってるんですね。電気が流れると、その刺激で心臓の筋肉が収縮するんですよね。それって心房でも心室でもそうなんですか？だから手術とかで動いてる心臓を見ると、心房心室、心房心室ってリズミカルに収縮するのがよく見えますよ。でもね、心臓の中を電気が必ずこのルートを流れる、必ず流れるってことが生命の根源っていうくらい実は大事なので、この電気の流れの話面白くなかったかもしれないけど、骨の細部が分かるともうめっちゃ面白いです。任せなさいっていうぐらいもう絶対ですね。楽しみですね。はいはい、楽しみにしててね。で、さっきのカオスの話に戻りましょう。実は心臓の集中ってもちろん必要があるからなんですけど、今話した特定の電気の流れを意図的にもう乱しちゃうことがあるんですね。するとどうなっちゃうのか、心臓のパルスが入り乱れるとどれだけやばいのかっていうことを本当はビデオをお見せしたいんですけど、YouTube の規約の関係ともそういう映像はちょっと苦手っていう人もおられるので、今日はこのモニターの波形で見てほしいんです。この絵は上が心電図、それから下が血圧のモニターで、時間とともに、左から右に記録されてます。で、そうすると左の方、つまり最初の 3,4 拍っていうのは同じ形の波が均等な間隔で表示されてますよね。で、その下の血圧もきれいに出てると思うんですけども、これが基本状態です。で、心臓が規則正しく動いていることを示しています。で、ところがその後一発違う形の波が出てますけど、これが不整脈ですよね。で、下を見るとその心電図の波はあるのに血圧が出てないっていうことが分かると思うんです。で、これってつまり心臓の電気的な活動があるというだけでは必ずしも血液をちゃんと送れないっていうことを示してるんですね。で、だけどもっとえぐいのはその後で、もう一発基本の波が出た後、もうぐちゃぐちゃの波形になって、ますけども、これが心室細動なんです。で、その下の血圧見るともうスパーンと完全にフラットになってますでしょう。
で、心臓の手術では、わざとこの状態にするぐらい、日常的に見る光景なんですけど、心臓の個々の部分はね動いてても、実は全体としてはもう全然止まっちゃってるような状態で、もうこれじゃ全くダメだなって、これもう一般の方が見ても一目で分かるような状態なんですね。もしこれ超音波で見ると、心臓の全周がこう周期的に収縮してたのがもう揺れてるだけみたいな状態になってるのが見えるんですね。でこれが心臓の電気が特定ルートだけじゃなくて全く不規則に流れている状態です。つまり電気が心臓の特定ルートだけを通って流れるっていうことは、もう生きていくためのもう絶対条件、もう何万年だかかけて特定ルートを通るようになりましたなんてありえない話なんですよ。もう何万年どころか数秒も持ちませんから。だから心臓っていう臓器は筋肉が血液を送り出すっていう力を持っただけではダメで、同時に電気が特定ルートを流れるっていうこと、これも獲得していることが必要なんです。それにしてもあんなになっちゃうのって怖いですね。私たちもご覧の方も断言しますけど、もう心臓のルートは特定ルートを流れてます。この状態になっちゃうともう意識がなくなっちゃって、こうやってお話ししたりとか画像を見たりとかも全然できないんですよね。それと普通に生活してて心室細動になっちゃうなんてこと、実はめったにないんです。だからこれまでほとんどの人はあんな風になったことないはずですし、今後も可能性は低いです。だからあんまり心配しないでくださいね。そうならないような仕組みがいっぱいありますから。で次回はそういうメカニズムのことも考えてみましょう。この動画でお話ししたことは、どこかの知らない誰かに起こっていることではなくて、見てくださった皆さんご自身に起こっていることなんです。そのことに気づいて、ぜひ驚きながら喜んでいただきたいと思います。